皆様こんにちは、みーちゃんです。今日はね、昨日途中でカメラのバッテリーが切れてしまったので、急に途中で終わってしまって申し訳ありませんでした。で、今日は昨日の続きです。で、私ねこれテキストとクレヨンとこうなってたんですけど、これ全部外しちゃいました。こういう風になってたんですけど、それを全部外しちゃいまして、でこれも外したから、でテキストがすごく見やすくなりました。こうやって、それでテキスト見るとページ名、ここにまずリンゴが出てきて、ここですね。でリンゴがこちらに図案があって、ここに書くようになってます。この書き方を説明を見ながらね書くようになってるんですけど、考えたらこちらに書いてもいいんですけれども、直接ここにクレヨン塗るとちょっとこうした時になんか若干ここにつくんじゃないかなっていう心配あるのと、あとこういうふうに書き方をこういうふうに見ながらこちらに書くっていうのがちょっと私不器用なので、それちょっと難しいかなと思ったんですね。それが一つと、あとこのリンゴは大きさは問題ないんですよ。ちょうどいい大きさで、ここだったら十分塗れるんです。この大きさだったらね。だけどページが進むに従って割と図案が複雑になってきました。例えばこのお花ね、見えるかな。で図案がこれなんですけど、明らかにねこの図案ちょっと小さいんですよ。で先生がお書きになってたこちらの説明見るとだいぶこの図案に比べて大きいんですね、サイズがね。指の大きさとかでわかるんですけどちょっとこの細かいこの複雑な花のね色とかこう細かいところはちょっとこの大きさでは無理かなって、私の手がこのぐらいですごい細かいんですよね。であともっとね、こちらのお船の素敵な絵があるんですけど、こちらまで行くとねもうなおさらに細かくて、これカメラちょっと移動して細かいんですよ。絵でこれがお手本で、手がこうですから相当細かいです。なのでちょっとね書き込みが難しいかなと思って散々ちょっと悩んだんですけど、ここに書かないで、もちろんここ書ける人はここに直接書いた方が簡単でいいと思うんですけど、私ちょっと書きづらいのでこちらのスケッチブックに図案をね自分で書くことにしました。でこちらに先生のお手本見ながらねこうやって書いてみました。これはね最後に出てくる女の子のこれなんですけど、これをこういうふうに書いたんですよ。大きさ比べるとだいぶ大きくなってるんですよ。下手なんで恥ずかしいですけど、これがこうでしょ。でこのぐらいになりました、書いたら。でだいぶ手と比べてもだいぶ目のところとかね塗りやすそうなのでこのぐらいの大きさにしました。で同じ要領でリンゴ、これ最初のページのリンゴ書いてまして、それからこれね複雑な
お花のやつも描きました。これが大体かけてますけど、これはこうですね。こうなんですよ。かなり塗り込みが複雑で、だいぶ大きくしました。まだちょっと薄いのでね、見えづらいかな。ちょっと線をね、もうちょっと描き足そうと思ってるんですけど、もうちょっとこういうとこね、見えないな。こういう強調するとこね、手本です。見えづらくてごめんなさいね。とにかくこうやって書いておきました。これもね、こんな感じで、この通りにこのところこんな感じになってますね。見えますかしら。して、もう一枚も描きましたよ。2枚描いたかな。猫ちゃんのページで、これ途中なんですけど、これですね。これとこれを見比べて見ながらこうやって書いてあります。まだ途中だったね。って感じで、この辺かな。こうなってますね。こんな感じ。感じで、色塗ってないからちょっと顔がまだ可愛くないですけど、こんな感じになってます。そしてここね、この線がまだ決まってなかったので、ちょっとこういう感じで。だいたいかけました。でこれね、こういう感じで持って、ちょっと下するかな。ところだからこの辺かな。この辺からですね。こんな感じでざっと描きました。こんな感じでできました。で、あと塗るだけにしていきたいと思います。なってますね。そしてだいぶ描きやすいと思います。この大きさだったら。そして最後の方にあるこのお船の素敵な絵が
早く買いたいんですけど、こちらも相当小さいので、でも見比べながらこちらに書きました。大体かけてます。薄いので見えづらいと思いますけど、こんな感じでだいぶ大きく書きましたので、はい、こんな感じで、これから色をつけていくんですけど、どれからやろうかな。りんごやっていきたいと思います。最初のね、一番最初の。それでその前にこのクレヨンなんですけど、先生前以前お書きになってたあれだとオイルクレヨンっていうのをダイソーので書かれてたんですよ。で、私が買ったのはただのクレヨンで探したんですけど、先生がお使いになってたオイルクレヨンっていうのがなくって、普通のクレヨンなんですよこれ。だからそのせいで全然色塗っても伸びなくて、昨日もこれ途中まで書いたんですけど、例えばこの木のところもこのダイソーのだと全然伸びないんですよ。で、その色の伸び具合とかをちょっと試し塗りしてみたいと思うので、このダイソーのと先生のもこれオイルとは書いてなくて普通のクレヨンって書いてあるんですけど、このダイソーのよりは多少伸びるんじゃないかなと、伸びてほしいと思っているのです。なぜならば本当にね伸びないのでね、ダイソーのだとこういう山のこういうところもね、上から白重ねてもあんまりこうついてくれなかったりして使いづらかったんです。なのでちょっとこのページでこれと比べてみようかしら。書き心地を。よいしょ。この先生のクレヨンとダイソーの。でまずダイソーのでここに塗ってみます。赤ですこれ。ちょっとなんか前の混ざっちゃったけど。でこちらの先生の方の赤。だいぶ柔らかいです。こちらはだいぶ柔らかい。普通のクレヨンっていうよりクレパスに近いかな。桜クレパスってありましたけど、あんなような感じで塗りやすいかな、こっちの方が。これは塗りやすそうです。白重ねた時どうなるか。ダイソーのだとほらほとんど重ねてもあんまり乗らないんですよ。先生のはどうだろう。微妙。でもダイソーのよりは乗りますね。これは多分ひょっとしたらハイライトなんかは桜クレパスの白を私持ってるので、もしかしたらハイライトの部分はこの桜クレパスの白を私持ってるので、これもダイソーで買ったんですけど、これだと乗るんじゃないかな、だいぶ。そうでもないかな。そっか、あんまり乗らないもんだね。緑でやってみようか。緑。
全然柴崎先生の方がこの塗った感じがもっと濃いっていうか、濃さがすごいですね。なんだろう。結構のりますね、白のせても。こうして塗りつぶしても、全然柔らかさ違います、やっぱり。描きやすそう。こんな感じですので、じゃあ明日からこちらでこの欲しくてしょうがなかったこの16色で描いていきたいと思います。それではまた。どうもありがとうございました。